辞退された6人の方ってもしかして。先ほど別のオーディションへの参加が発表されていました。バーサスアンビバレンツオーディションを開催して以降、一つの席を2人で取り合う形式のオーディションが一気に増えたんです。稲本社長はあの人が新が全てを仕組んだのではないかと。皆さんにお願いがあります。バーサスアンビバレンツセカンドの未来を左右するお願いです。皆さんにはメンターとしてオーディションに参加していただきたいのです。ただいま。ただいま。お二人ともお帰りなさい。おかえり。お疲れ様。おかえり。ありがとう。あれ、いない人たちがいるってことは、一星さんレオンさんペアは待ちロケ、咲夜さんなごむさんペアはインタビュー、カズさんミオさんレイさんクックさんは学園祭営業です。さすが双葉。スケジュール頭に入ってるんだ。事務所のカレンダー共有されていて見れるので把握してます。すげえ。俺スケジュール表渡されても遠目に見るとカラフルなビルみてえだなってことしか頭に残らねえぜ。仁太郎は前日に慌てて準備する癖。そろそろ直さなきゃね。スバル、太陽、初メンターの仕事はどうだった？まあちょっと問題はあったけど、おおむね問題なかったかな。問題あったのになかったの？謎解きか？違う。最終的にメンターとして教えられることはできたけど、教えるまでちょっと揉めたというか。詳しく教えろよ。仁太郎は今回のドキュメンタリードラマも見てないんだ。実はオレンジの2人、リアムと愛之助とぶつかっちゃってさ。愛之助は太陽に、リアムは僕に思うところがあったらしくて、僕たち2人のメンターとしての参加を快く思ってなかったみたいなんだ。ああ、さっきも言ったけど最終的には仲良しになったし、課題もうまくいったんだけどね。メンターとして参加する上で気をつけなきゃいけないこともあるなって改めて実感したよ。なるほど。やっぱりあの二人がきっかけだったんだね。あれだけスバルと太陽に突っかかってたしね。お二人とも思うところがありそうでしたし。ちょっと待ってよ。みんな理解が早すぎない？リアムと愛之助のことを知りすぎてるっていうか。実はね。そんなところまでドキュメンタリードラマで流れてたの？結構センシティブかもみたいなところもバッチリ流れてた。おお、聞いてるだけでヒヤヒヤするな。おかしいな。そういうところはカット君がカットするはずなんじゃ。全く編集されてなかったわけじゃないんだ。でもだいぶセンシティブなところまで流れていたのは確かだよ。本編とは別の見せるべきではない裏の部分が見えちゃってるって感じ。僕そういう部分のこと裏ドラって呼んでる。裏のドラマで裏ドラ。なるほど。でも一応編集がされているんだよな。AI 編集のカット君はどういう基準でドキュメンタリードラマを取捨選択してるんだろう。そのことですが、稲本さんじゃなくて東雲さん。東雲？急に現れんなよ。てか今稲本の声じゃなかったか？はい。その裏ドラのことについて稲本社長からご説明させていただきます。声はしたのに姿が見えない。稲本さんはどこへ？ここです。オーディション期間は1年。地下から出られないので東雲さんにお願いしてリモートで繋いでいただきました。リモートでも進出鬼没だな。皆さんがおっしゃる通り、センシティブな映像をカットするカット君の精度が落ちていることについては気づいております。やっぱりカットしてないってことなんですね。カットするために生まれたくせに仕事してねえじゃねえか。そもそもカット君はオーディションの動画を私が編集できないように新が無理やり盛り込んだプログラムなんです。あの人のやりそうなことですね。そのため撮影された動画に私は手出しができず、
今もどうすることもできない状態です。愛之助とリアム、オレンジの2人はなんとか話がまとまったから、視聴してる人から大きく反感を買うことはないかもしれないけど、こんな配信がずっと続いたら。はい、他の候補生が何らかの被害を受けるかもしれないと危惧しています。それがあの人の狙いです。そもそも新の気に入った候補生を有利に見せるための編集をしようとカット君を導入したのではないかと。マジかよ。そこまでするなんて。将来ある候補生たちの未来を潰すわけにはいきません。私はこのまま内部から調査を進めようと思っています。稲本さんかっこいい。僕らもメンターとしてそっちに行ったらたくさん手伝うからね。こういうことが起きたからには、やっぱり僕らをインターナートに派遣することにした稲本さんの判断は正しかったってことですね。皆さんにはメンターとしてオーディションに参加していただきたいのです。メント？確か先輩が後輩に助言したり相談役になったりするっていうあれ？うん。我がキスミ家でも企業内教育に取り入れている。つまり僕たちがオーディションに参加して新しい候補生の相談役になるってことですか？はい。本来であれば候補生同士で切磋琢磨し、立ちはだかる問題を乗り越え成長する姿をグランツにお届けするのがバーサスアンビバレンツの最終オーディションなのですが。でもバーサスアンビバレンツのオーディションを楽しみにしてくださっている方々は候補生以外の人間の登場を快く思わないんじゃないでしょうか。どういうことだ？候補生以外の人間が画面に映ることを候補生の出番を取られたと感じる人もいるということです。そんな。その懸念はあります。皆さんへ心ない言葉を浴びせてしまうことになるかもしれません。でもこのまま新によって我々の望まない意志が介入し続けたら、オーディションに参加する候補生たちの大切な一瞬を無駄にしかねない。あの時は一体どうなっちゃうのかなって思ってたけど。はい、何があっても新しい候補生たちを守らないとですね。ありがとうございます。引き続き皆さんのお力をお借りできれば幸いです。ごめんね。マナーモードし忘れて。咲夜から電話だ。出てもらって大丈夫ですよ。ごめんね。咲夜、どうしたの？しもしも、あぐりちゃん、今どこ？事務所。みんなもいるよ。稲本さんとか東雲さんも。そっちは？仕事終わって今ナゴムンと一緒。てか、みんないるならちょいスピーカーしてもらってもよき？よきよき。お疲れ様です。さきやです。なごむです。お疲れ様です。お疲れ様です。んで、なんかあったのかよ。今現場でちょっと気になる話を聞いたから共有というか。気になる話？もしかしたら稲本さんの耳には入っているかもだけど。さっきさ、インタビュー終わりにいつもお世話になってるスタッフさんに話しかけられてさ。はあ、言ってみたいセリフナンバー1、お世話になってるスタッフさん、業界人って感じ。双葉町おもろ。で、まあそのスタッフさんがマジで世間話するみたいにさ、今度のバーサスオーディションの課題ってダンス対決ですよね、楽しみですって言ってきて。それって確かに次の課題はそれだけど、まだ課題の発表はしていないはずですが。やっぱりそうですよね。それをなぜかスタッフさんが知っていて、もしかしたらファーストの時の流れを組んでおっしゃってたのかもしれないけど。まあ真偽は分かんないんだけど。で調べたらうちのオーディション課題と全く同じ内容の別のバーサスオーディションが発表してたんだよね。それってバーサスでオーディションするだけじゃなくて課題の内容まで被らせてきたってこと？まあそうなるよね。でもナゴムンが言ってる通りファーストの流れを組んでるだけかもだし、とはいえ実際どうなのかなって思って心配で電話しちゃった。待ってください。今 SNS 見てみたんですけど、ほら別のバーサスオーディションの課題発表、年間スケジュールみたいですね。この課題は
全てこちらが計画していたものと同じです。我々はオーディション課題を事前に発表する予定はありません。どこにも公表していない情報です。そうきたか。スタッフさんが知っているということは業界に筒抜けだったのかも。じゃあ先に課題が出てるもんの後にうちが同じ内容を発表するってことかよ。んなことしたら既存のオーディションの課題を真似したと言われるかもしれない。オーディション運営自体への誹謗中傷ならまだマシだけど、もし参加している候補生に飛び火でもしたら。一体誰が情報を？そんなの決まっています。あいつ。さあ、どうする？ライゼンプロダクション。何段階にもわたって今以上進化したキャスピアとて追いつけるはずもないよ。遅くて駆け抜けるどれか一つとだって誰もかなうはずないよ。君迷う手の前と続けて Keep trying